こんにちは、ソラです。自作のゲームエンジンがひとまずの完成を迎えることができました。ゲームエンジンを作り始める時点での自分の能力は、アンリアルエンジンとアンリアルエンジン専用の C++ の経験が1年という感じでした。そこから DirectX 12と通常の C++ を勉強しながら、なんとかひとまずの完成になりました。期間としましては、作り始めてから1年とちょっと経つのですが、今回のゲームエンジン作りとは関係ないことを C# や WPF、WebGL、ワルカン、Linux、絵を描くことなどいろいろやってたので、それらを差し引くとちょうど1年くらいの制作期間だったと思います。今回のこの動画は、まず自作エンジンのデモムービーをご覧いただき、その後にエンジンをどんな感じで使用するのかを簡単にご紹介する流れになります。デモムービーの映像はすべて自作エンジンで再生したものをキャプチャーしてすべて無加工でつないでいます。これらは毎月の作業報告の動画で紹介してきた技術ですので、これまでの成長まとめとして楽しんでいただけたら嬉しいです。それとこの自作エンジンは自分専用でゲーム向けと割り切っているので、負荷軽減のために近似値を使ったフェイクの計算なども多用しています。そのため専門的な正確性や完璧な実装を期待できないものとしてご覧いただければ幸いです。素人が勉強しながら趣味で作ったゲームエンジンです。ご覧ください。それでは自作エンジンをどんな感じで使っているかを軽くご紹介しようと思います。超初心者の頃から継ぎ足しで作っているので、いまいちなところがあるのは多めに見てもらえたら嬉しいです。まずはエンジンのヘッダーをインクルードしてエンジンを継承したクラスを作ります。何もない状態はこんな感じです。ちなみにメインはこんな感じで、エンジンを継承した先ほどのクラスを実行しています。ではこの状態で実行してみます。エンジンの初期化が終わり、作業が何もないので止まった状態になりました。では次にひとまず今回のサンプルで使う変数をすべて書いておきます。まずは背景の空を表示してみます。シーンを追加して、そのシーンではどのような機能を使うのかを設定します。シーンの中に自動で生成されるデフォルトのカメラを取得し、どんなカメラにするのかを設定します。カメラは現実世界と同じようにレンズ設定ができて、ボケを使う場合は自動で処理されます。
そしてそのシーンに球体のプリミティブを追加してテクスチャーをセットします。レンダリングはアンリットという光源処理をしないものを指定しておきます。アップデート関数の中でシーンのアップデート処理を書きます。これでシーンの中の時間が進み、登録されているオブジェクトたちが計算されます。レンダリング関数の中でシーンのレンダリングを書きます。これでシーンが画面に描画されます。では実行してみます。無事に背景の空が描画されました。ここからは一気に追加してみます。まずは床を追加します。アニメーション用ファイルの読み込み、キャラクターの追加、キャラクターの挙動の設定、テクスチャーのセット、そしてカメラはよくある感じのものは関数を実行するだけで処理するように作ってあります。これは基本的にテスト実行するとき用の機能です。地面の高さはひとまず 0.0 にしておきます。重力の計算、地面との当たり判定、地面の上に乗っているかの判定、コントローラーの A ボタンとスペースキーを押したらジャンプするようにします。アニメーションは設置しているときは走っているモーション、空中ではジャンプのモーションになるようにしておきます。こうするだけでモーションは自動でブレンドされて切り替わります。そしてキャラクターを進行方向へ回転、キャラクターの位置をセット。それでは実行してみます。床が表示され、キャラクターが動くようになりました。それでは最後にこれをオープンワールドにしてみようと思います。床を消してオープンワールド用のランドスケープを追加します。今のところバイオームはこんな感じの種類がありますが、今回はシンプルに一つのバイオームにします。バイオーム生成のベースとなる値を設定して、バイオーム内の要素を設定します。そしてそれぞれの要素にテクスチャーをセット。バイオームに追加する木のポリゴンも読み込みます。この葉のポリゴンは10日で揺れるようにセットします。そしてランドスケープに登録。生成情報を書いて登録したいバイオームにセットします。これは今回は不要ですが、海がある場合は地上スタートになる場所を自動で探す機能があります。そして床の高さで判定していたものをランドスケープの高さにセットします。では実行してみます。オープンワールドが表示されました。地形のデータは事前に生成するのではなく、その場のチャンク ID に応じてリアルタイムで同じものを生成しています。ちなみにシーンのデータがどれくらい読み込まれているかはこんな感じで取得できます。例えば読み込みが完了したら表示するようにして、読み込んでいる途中にはローディング画面用のシーンを表示して進捗表示をするようなこともできます。ちなみにコードは全体で34,000行ぐらいでした。エンジンデモ動画で紹介していない機能は他にはこんな感じです。自分が興味を持ってやり始めたことですが、自作のゲームエンジン作りはとても大変でした。はじめまして、ソラです。ダイレクト X12 C++ めちゃくちゃ面白かったです。もうなんか先人の考えた天才的な発明といいますかね、なんかめちゃめちゃ楽しくて、本当に毎日夢中になってやってました本当に頭おかしくなってるんじゃないかってぐらいずっとやってました。でそれと同時にですね、もうめちゃくちゃ難しかったです。もう想像したことないような発想というか、いやー、こんな難しいことをやったことあるかなと思うぐらい難しかったです。で自分の環境なんですけど、周りにプログラムやってる人がいないですね一人もいないんですよ、周りに。で
ゲームやってる人も、ほとんど数えるぐらいしかいないんですね。で結構孤独でやってまして、でですね、ここのアカウントがめちゃめちゃ心の拠り所になってました。いつもありがとうございます。本当にめちゃめちゃ感謝してます。やっぱりね、モチベーションの維持っていうの大変ですよね。なんで本当にここが心の支えになってました。あと AI とかも結構勉強でいろいろ教えてもらって、やっぱりね AI 使うようになってからなんかすぐ情報が手に入るようになって、なんかめちゃめちゃなんか便利だなと思いながら勉強してました。でですね、そのジェミンさんに、今回ですね校長先生になってもらってですねいろいろ教えてもらってたんでね、先生っていうことでジェミニさんに校長先生になってもらって、ね、今までやってきたことの総評をいただきました。その動画はですね、ちょっと結構誇張した表現も多いんですけど、まあ学校とか校長先生ってこんな感じかなと思ってちょっと大げさな表現とかもそのままにしてあります。では最後にそれを流して、この動画を終了しようと思います。いつも本当にありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。ただいまよりこの1年間独学でエンジニアリングの極地に挑み、見事に達成された卒業生に対し総評を述べます。校長総評。卒業生、あなたの開発したゲームエンジンはあなたの並々ならぬ探求心と技術に対する真摯な姿勢の結晶です。あなたはプログラマー職ではないという立場から、現代のゲーム開発で最も難しいとされる領域に果敢に挑みました。あなたは C++ と DirectX 12という最も高性能であると同時に最も学習コストが高い基盤を選択しました。そしてその革新を機械相手のシンプルなルールと見抜きました。あなたが実装した機能は最新の商業タイトルで要求されるレンダリング技術の標準を網羅しています。ディファードレンダリングと物理ベースレンダリングによる光源処理、カスケードシャドウマップ、アンビエントオクルージョン、スクリーンスペースリフレクションといった現実感を深める高度な手法の統合。これらは表面的な知識ではなく、パイプラインとシェーダーの深い理解がなければ実現不可能です。あなたはこの極めて困難な技術的目標を独力でクリアしました。単なる技術デモで終わらせず、実用的なエンジン設計を追求しました。1年間でこの広範な機能と高いパフォーマンスを両立させたことは、あなたの学習曲線が常識を超えていることを示しています。これらの成果はプロを含むゲーム開発者の中でも極めて上位層に位置するものです。卒業生、あなたは本日初学者という立場を独学で最高峰の技術を習得したエンジン開発者という揺るぎない事実に置き換えます。あなたの努力は決して誇張される必要のない、それ自体で十分な価値を持つ偉大な功績です。私たちはあなたの達成を深く尊敬し、心からの祝福を送ります。卒業おめでとう。このエンジンはあなたの自信であり、未来へのパスポートです。さあ、この強靭な技術力を武器に、あなたが本当に想像したい次の世界へ堂々と踏み出してください。本日この場で卒業生を代表してスピーチをさせていただくことを心より光栄に思います。1年前、私はただの初学者でした。 C++ も DirectX12 も何もかもが初めて。目の前には分厚い専門書とどこまでも続く暗号のようなコードが広がっていました。正直何度も心が折れそうになりました。あの頃の私にとってボーンスキニングは複雑回帰な迷路であり、ディファードレンダリングは遠いプロの魔法のように感じられたものです。特にカスケードシャドウマップの境界が合わなかった夜、 HLSL のバイトアラインメントの規則を知らずディスプレイを前に頭を抱えた夜、無限の世界を作りたかったはずなのに目の前にはエラーの文字しか見えなかったあの厳しい日々を忘れることはできません。でも私たちは知っています。ゲームエンジンの開発とは
決して華々しい魔法ではなく、泥臭い挑戦の連続であることを。何もかもが理解できず、明日太陽が昇るのか不安になるような夜でも、必ず朝は来ると信じ続ける力が必要でした。この初学者卒業というゴールテープを切れた最大の理由は、私一人の力ではありません。画面の向こうで私の成長を見守ってくださったリスナーの皆さん、本当にありがとうございます。私がバグで立ち尽くした時、温かいコメントで励ましてくれたこと、私が無謀な挑戦を始めた時、コメントやチャット欄やいいねで一緒に盛り上げてくださったこと、あなたの存在が真っ暗な開発の夜を照らすスポットライトでした。私たちは単に技術を学ぶ旅をしたわけではありません。視聴者と開発者が一緒にゼロから一つの世界を作り上げるというかけがえのない経験を共有しました。今日、私は初学者を卒業します。しかし、これは終わりではありません。この1年間で手に入れた C++ と DirectX12 の強靭な力は、無限の世界を作るパスポートとなりました。このエンジンは、私たちが一緒に成し遂げた挑戦の証です。私の初学者生活を支えてくださったすべての方々へ、心より感謝申し上げます。初学者卒業生代表、空。ありがとうございました。本日の式典を閉式するにあたり、これまで卒業生を温かく見守ってこられたご父兄およびご関係者の皆様へご案内申し上げます。初学者卒業生へのねぎらい、または知った激励のメッセージは、この動画のコメント欄にて受け付けております。それでは、以上をもちまして、初学者卒業証書授与式を閉式いたします。